こんにちは、ぴょんです。今回はキーウェイ航空のファーストクラスをご紹介いたします。以前の動画でキーウェイ航空フランクフルト便ビジネスクラスのフライトを取り上げ、多くの方にご好評をいただきました。今回はキーウェイ航空のパリ便プライベートスイートタイプと呼ばれるファーストクラス仕様の座席で過ごす特別な空の旅を皆様にお届けいたします。ここで大事なポイントを一番最初にお伝えいたしましょう。キーウェイ航空ではビジネスクラスを予約した上で片道27,000円の追加料金を支払うことでファーストクラスの特別な座席を指定することができるようになっているのです。この仕組みは世界の航空会社でも非常に珍しく、知る人ぞ知る裏技的な楽しみ方と言えるでしょう。今回、私たちは往復ともに追加料金を支払い、このファーストクラスの座席指定をすることに成功しました。総座席数294席のうち、わずか6席しか存在しない貴重なシート。そしてこのシートが用意されているのは、キーウェイ航空の数ある国際線の中でもごくわずかなのです。今回はこの特別なお席でソウルとパリの往復、往路15時間、復路12時間、計27時間の空の旅を堪能いたします。気になるお値段は動画の最後に発表いたしますので、いくらか予想しながらご覧くださいませ。おはようございます。現在私は朝10時のソウル空港におります。東京をはじめ日本発着便の国際線が高騰しすぎている昨今、たった2時間の移動で韓国ソウルへ来るだけで飛行機代を大幅にコストカットできることに気がつき、最近はもっぱらソウルを起点に航空券の検索をしています。今回の日程では、もし東京発着でパリを往復した場合、夫婦2名のファーストクラス利用は往復613万円でしたが、ソウル発着にしたことで何分の1もの金額でファーストクラスに乗ることができました。東京発着便の方は航空会社がエールフランスですので、最新の設備、豪華なお食事やお酒、至れり尽くせりのサービスでもちろんとても素晴らしい体験ができるのだと思いますが、私の場合、飛行機での長距離移動に求めることは座席がフルフラットになるかどうかであり、足を伸ばして快適に寝ることさえできれば満足ですので、コース仕立てで量が豊富な機内食や高級シャンパンが最近は必要ないと思うようになってきました。私と同じようなお考えの方には、今回のこのフライトはおすすめです。本日のフライトは10時10分韓国ソウル発、同日18時10分フランスパリ着。飛行時間は15時間と予定されています。なんといっても嬉しいのがその機材で、ボーイング777-300ER です。2ヶ月前に利用したキーウェイ航空のフランクフルト便はエアバス330でしたので、最上位のクラスがビジネスクラスでしたが、この飛行機はファーストクラス搭載機です。私の座席は2系、窓側のお席を指定できました。ファーストクラスのシート配列は贅沢な111。進行方向に向かって左の窓側が A、中央席が D、右の窓側が K です。
中央席 D は左が壁で右が開放されているデザインですので、2名で通路を挟んでお隣同士にされたい方は D と K を指定されるとお話ししやすいと思います。お一人でしたり、2名で縦並びにする場合は逆に中央席と壁で遮られている映画、プライベート感が高くおすすめです。今回は空きがありませんでしたため、行きが K、帰りが A のお席になっています。シートピッチはなんと 205cm、実質窓4つ分の縦の長さがあります。そして特筆すべきは横幅の広さ。ファーストクラスの座席はこの横幅の広さが圧倒的です。自分の座席の窓から壁まで両手を横に伸ばせるくらい、または就寝時に軽く寝返りを打てるくらいといえば、簡単にご想像いただけるかと思います。今、ちらりとお城のビジネスクラス座席が見えたのですが、一人一人に与えられている空間の余裕が全然違いました。これが片道27,000円でアップグレードできるというのは神システムですので、ビジネスに乗る余裕のある方でしたら、絶対に払う価値のある追加料金であると思います。一番大きな収納はモニターの裏の空間にあり、横から開けられます。機内持ち込み可能なスーツケースの中で最大サイズのものとリュックを入れられるほどの広さです。頭上の荷物棚はありませんので、天井がすっきりしています。モニター下の部分も収納になっていますし、手の届きやすい場所にも収納ボックスがありました。2024年末までキャセイパシフィック航空で使われていた機材ですので、ところどころにその名残があります。この下には救命胴衣が入っていました。映画やゲームなどはありませんが、航空券が安すぎて全く気になりません。座席にはあらかじめふわふわの枕とスリッパが置かれています。充電に欠かせないコンセントと USB ポート。USB はタイプ A のジャック。コンセントはグローバル仕様で日本のものをそのまま使うことが可能です。そして目に入るのがこちらのアメニティセット。かわいいポーチにまとめられており、歯磨きセット、アイマスク、保湿用のアイテムなど必要なものが一通り揃っています。スキンケアセットはニュージーランドの高級自然派ブランド、ニュージールの美容液とフェイシャルマスククリームです。古くから抗酸化や鎮静効果で知られる天然成分プロポリスとヒアルロン酸を配合。しっとりと輝く素肌へ導きます。そしてマヌカハニーやシアバターが贅沢に配合されたクリーム。セラムの潤いに蓋をして肌に張りをもたらしてくれます。ティーウェイ航空は韓国を拠点とする新しい世代の航空会社。LCC と聞くとコスト重視でサービスや安全性が不安という印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に搭乗してみるとそのイメージが大きく変わります。私は2ヶ月前、フランクフルト便のビジネスクラスに搭乗し、その快適さと丁寧なサービスに驚き、今回リピートを決めました。
コストパフォーマンスだけでなく、しっかりとした機材管理や安全基準に基づいた運航が徹底されていて、過去に重大インシデントが発生したこともなく、安心して利用できる航空会社だと実感しています。そしてもう一つ、心に残るのは客室乗務員の方の対応。機内で過ごす時間をより心地よくしてくれます。シートベルト着用サインが消えましたので、お化粧室に行ってみましょう。この機材では、わずか6席のファーストクラスのすぐ前にお化粧室が2つ設けられているため、終始混雑で困ることがありませんでした。内部にはベビーベッド用の折りたたみ台も備えられ、お子様連れの方にも安心してご利用いただける設計となっています。座席の近くにあるこちらのボタンを押すと、シートをフルフラットにすることができ、広々としたベッドスペースに早変わりします。ゆったりとしたシート幅と長さがしっかり確保されているため、背の高い方でも足を伸ばしてお休みになれます。枕やブランケットも備わっており、ホテルの一室かのような快適さです。ブランケットはかなり大判で、全身をすっぽり覆えました。パーソナル空間がしっかり保たれていますので、周囲を気にせず、自分の部屋のように過ごす感覚を味わえます。離陸からおよそ1時間後、お食事のサービスが始まりました。ヨーロッパ路線では飛行中に2回の機内食が提供され、軽食のカップラーメンは自由に注文することができます。1食目はビーフビビンバを選択しました。もう一方の選択肢は豚肉のステーキです。ドリンクはコーヒー、ルイボスティー、コーラ、オレンジジュース、お水の5種類を無料でいただけます。食後少し落ち着いてから窓を閉めるよう案内があり、機内の照明も暗くなりました。まだあと12時間くらいありますので、簡単に動画編集をした後、何時間か眠りたいと思います。ちなみにお化粧室の空き状況はランプで表示され、一目で確認することができます。カスピ海に突入しました。2回目のお食事も選択肢が2つあり、イングリッシュブレックファーストか、こちらの牛肉のおかゆから選べます。もちもちした水餃子のようなおまんじゅうやさつま揚げなどの軽食は食べたい時にいつでも注文できますが、先に伝えておくと確保しておいていただけます。食後にコーヒーをお願いしました。雲海の向こうにはアジアとヨーロッパを分かつ大自然の境界線、コーカサス山脈が見えています。今見えている右側はジョージア、左側はロシアで、ロシアにそびえるひときわ大きなあの山はヨーロッパ最高峰、標高5642メートルのエルブルス山です。コーラを注文しました。同じコカ・コーラでも国によってだいぶ味が違うそうです。着陸態勢に入りました。ついにフランスの地を飛んでいます。
その国によって景色が全く違うので、着陸前の風景を見るのが好きです。着陸が本当に滑らかで素晴らしかったです。無事にフランスの首都パリに到着いたしました。ファーストクラスの広い座席では15時間のフライトも楽しく過ごせました。カッテージチーズのようなトンネルを抜けると、いよいよフランスに入国です。日本のパスポートは優遇されており、審査が非常にスムーズでした。今回はパリに3泊、そして南西部のガスコーニ地方に4泊。フランスでの時間をゆっくりと楽しみました。前半のパリ滞在では、凱旋門、エッフェル塔、ルーブル美術館など王道の観光地を効率よく巡り、毎日2万歩以上歩いた大充実の日々でした。世界史や美術の教科書に載っていたものが自分の目の前にあるという感動は想像以上のものです。後半のガスコーニ滞在では風に揺れる景色を眺め、鳥の声に耳を澄ませる穏やかな時間を過ごしました。フランス旅行の様子は次回以降の動画でご紹介いたします。華やかなパリとのどかなガスコーニ。2つの異なるフランスをぜひお楽しみに。チャンネル登録と通知ベルをオンにしてお待ちいただけたら嬉しいです。1週間のフランス滞在を終え帰国の途につきます。行きとはまた違う心持ちで感じる空の旅をお楽しみくださいませ。チェックインの受付は出発時刻の3時間前に開始されます。出発時刻は20時30分、翌日15時40分にソウルへ到着する予定です。西から東に進むときは偏西風が追い風となるため、帰りの飛行時間は行きより短く12時間10分の予定となっています。ビジネスクラスの座席も少し見ることができました。そしてこちらがファーストクラスの座席です。見比べるとその差は歴然。一席に割り当てられている空間のゆとりが圧倒的に広いです。ファーストクラスは全ての航空会社、路線に搭載されているわけではなく、むしろ近年は世界的にファーストクラスを廃止する流れが進んでいます。ビジネスクラスが進化し、すでにファーストクラスとの差が小さくなっていること。ファーストクラスは高額で空席リスクが高く、収益効率が悪いこと。超富裕層がプライベートジェットへ移行していることなど理由はいろいろ考えられますが、とにかくファーストクラスに乗る体験は今ますます貴重なものになっているのです。LCC では長距離路線でもエコノミークラスのみという機材も多い中、キーウェイ航空では大手航空会社の中古機材をリースしており、クラスの仕様がそのまま残った座席を上手に活用することで低価格でファーストクラスの座席を提供することに成功しています。ご注意いただきたい点としまして、ファーストクラス搭載機はボーイング 777-300ER で、その中でも操作席数294席の機材のみであるということです。過去
去3ヶ月分のパリ便のフライトデータを調べたところ、約6割の確率でこの機材が使われていました。逆に言えば4割の確率でファーストクラス非搭載機になります。曜日による規則性などはありませんでしたので、フライトごとに情報を確認する必要があります。飛行機に乗るのが怖いと感じたことはありますか？飛行機に対する恐怖や不安は決して珍しいことではありません。しかし、現代の空の旅は私たちが思っている以上に安全です。アメリカ・マサチューセッツ工科大学の研究チームによる非常に興味深い論文が発表されました。その調査によると、2018年から2022年における民間機での死亡確率は、なんと1370万回の搭乗につき1回でした。これは例えば、毎日飛行機に乗り続けたとしても数万年に一度しか起こらない確率です。さらにこの研究では過去50年以上にわたるデータを比較し、死亡リスクが毎年約 7% ずつ低下していること、10年ごとに半分になり続けていることが分かりました。国や地域によっても安全レベルに差があり、日本、韓国、ヨーロッパ諸国を含む最も安全な国々の航空機では8000万回に1回の確率でしか死亡事故が起こらないのだそうです。現代の航空機はかつてないほど精密に設計され、あらゆる状況を想定した安全対策が取られています。パイロットは定期的にシミュレーター訓練を受け、たった一つのエラーも見逃さない体制が整っており、整備士も数千項目に及ぶチェックリストに基づいて出発前の点検を行っています。ですから、もしこれから飛行機に乗る予定があって、怖いなと感じている方がいらっしゃいましたら、ぜひ思い出してください。飛行機は統計的に最も安全な移動手段であり、そしてその安全性はこれからも確実に進化し続けていくということを。無事に飛行が安定し、シートベルト着用サインが消えました。機内がだんだんと明るくなっていきます。ゆっくりとリクライニングを倒すと、シートは完全なフルフラットのベッドに早変わり。上質な空間は LCC とは思えないほどの贅沢さです。それもそのはず、昨年までこの機材を使用していたのは20年以上にわたり5つ星エアラインとして評価されている香港の航空会社キャセイパシフィック航空です。シートピッチは 205cm もあり、足を伸ばしてもなおスペースに余裕があります。離陸から約1時間後、1回目のお食事が始まりました。メニューの選択肢は全く同じですが、ヨーロッパ発の便はヨーロッパで作られたお食事ですので、同じビーフビビンバでも内容が少し異なります。食べ終わって容器の底を見ると、メイドインイングランドと書いてありました。食後にはルイボスティーをいただきました。1回目のお食事以降、カップラーメンや軽食は好きなタイミングで注文できます。窓の外に広がる星がとても綺麗でした。何時間眠っていたのでしょうか。
2回目のお食事、牛肉のおかゆが運ばれてきました。今回はお箸も入っています。もちもちのニラまんじゅうのような水餃子のようなものも定番でいただきました。ティーウェイ航空の客室乗務員の方は皆様本当に親切です。現在、世界23カ国60都市に就航しているティーウェイ航空。価格が安いにもかかわらず満足度が高いため、今後とも積極的に利用したい航空会社の一つです。ティーウェイ航空は来年からトリニティ航空に社名が変わります。着陸前に今回持ってきて良かったものをご紹介いたします。カルテ HD の高保湿バーム。体と髪の毛に使えるノアザオイル。機内に持ち込めるよう 3COINS の液体用小分け容器に入れました。シックスパッドのパワーローラーとマイトレックスのハンディガン。これらのマッサージアイテムは本当に優秀でした。行きも帰りも着陸の技術が素晴らしかったです。無事に韓国ソウルへ到着しました。この後お話しする内容は本日の動画の中でも最も重要なポイントとなります。どうぞお見逃しなく。ここからの流れをご説明いたします。まず先に皆様が一番気になる料金を発表いたします。次にこのようなお得な航空券の見つけ方と予約方法を実際の操作画面をお見せしながら分かりやすく解説してまいります。それではお待たせいたしました。料金発表のお時間です。ティーウェイ航空の最高峰、ファーストクラス座席のプライベートスイート。韓国のソウルとフランスのパリを結ぶ超長距離路線で、ソウルからパリが15時間、パリからソウルが12時間の往復27時間。すべて込みの金額で大人1名おいくらでしょうか？正解は片道12万9000円、往復25万8000円でした。この動画の冒頭でお話ししました通り、ティーウェイ航空ではビジネスクラスに片道1名2万7000円の追加料金を支払うことで、ファーストクラスを座席指定できるという仕組みになっています。私はお得な航空券を探すとき、Google フライトを使っています。お好きな出発地を入力します。ソウル発着便は東京発着便よりもはるかに安い航空券が多いです。クラスを選びます。往復で良いのですが、今回は分かりやすく片道で探してみましょう。目的地を空欄のまま探索ボタンを押すと、世界各地にソウルから最安いくらで行けるかが地図に表示されます。トランジットは少ない方が楽ですので、ソウルからの直行便のみにしてフィルタリングします。今表示されている金額が直近6ヶ月の最安値ということなのですが、これよりさらにもう少し安く買える場合があります。地図上で目的地をクリックし、左側から航空会社を選びます。カレンダーを開くと日付ごとの価格も見ることができます。
日付を選んだら左側のおすすめではなく、右側の最安値をクリックしてください。数秒待つと、先ほど表示されていた金額よりさらに安い価格になりました。フライトを選択というボタンを押して予約サイトに進みます。最安値を出しているのが公式サイトのこともありますし、外部の旅行サイトのこともあります。私は外部の旅行サイトを使ってトラブルになったことはありませんが、外部から予約をした場合には必ず航空会社の公式サイトかお電話で予約が正しく入っているか念入りにチェックしています。今回の動画はいかがでしたでしょうか？頭の片隅に置いていただけましたら、きっと今後のご旅行でご活用いただけると思います。この動画を SNS で拡散していただいたり、高評価ボタンを押していただけましたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。